こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、静かなイラストで魅力的ですよね。染め丸さんの作品で、タイトルは神殿跡地、ゼルダの伝説、スカイウォードソードのリンクです。斉藤直樹先生はじめまして。いつも絵の参考にしながら楽しく動画を拝見させていただいております。大昔に作られた神殿にある螺旋階段に腰掛けているキャラを描きました。光の描き方はすごくうまくいったと思うのですが、特に服の塗りなどに影の付け方があまりなっていないような感じがします。また顔のバランスがあまりうまくいかず、何回練習してもなんだか違うような気がして正解がわからなくなってしまいました。どうすれば他の人から見てもらえて、あわよくば評価をもらえるような絵になるでしょうか。長くなってしまいましたが、お時間があればご指導のほどよろしくお願いします。ということで、しょめ丸さん、添削のご応募ありがとうございます。しょめ丸さんのイラスト、すごくね、優しいタッチで描かれていて、空気感が良くて素晴らしいイラストだなと思いました。特に色使いが絶妙で、この淡い緑の中のね、階調が本当にね、綺麗ですよね。はい、いいですね。で、お悩みは何なのかというと、なるほどなるほど。光はうまく描けたんだけど、影の付け方がうまくいっていないような気がする。それと、他の人から今のところあまり見てもらえていないような感覚があると。それがどうやったら見てもらえるようになるのか、そして評価されるようになるのかについて教えてほしいということなんですね。わかりました。はい。このイラストですね、もしご本人の感覚よりも評価されていないという風に感じるのであれば、その理由は主に2つあります。1つ目は、絵のね、見せ場を台無しにしてしまっているからです。はい、ちょっと見せ場がね、ちょっと台無しになってるんですね。で、2つ目はですね、なんと本人の感覚とは逆のことを言ってしまうかもしれませんが、光がうまく描けていないからです。って思いましたよね。でもね、これあるあるなんです。なんかうまくいかないな、結果が出ないなって思ってる時って、自分自身がですね、ここは大丈夫だと思うんだよねって思っているところこそ、実はうまく描けていないことがよくあります。はい。でね、言葉だけで言ってもちょっといまいち実感できないと思うので、その部分添削を通してお伝えしていければと思います。それでは早速いってみましょう。はい。まずですね、最初に一番肝心なことを言います。この絵がいまいち他人に評価されていないとすれば、それは絵の見せ場を台無しにしてしまっているからと言いましたよね。じゃあこの絵の見せ場って何でしょう。はい。僕が思うにですね、それはこの部分ですね。はい。足が水に浸かっている、まさにこの部分だと思います。もうわざわざね、足を水につけて、冷たくて気持ちいいなってしているシチュエーション。服がね、濡れちゃうので普通はズボン託し上げたりね、すべきだと思いますが、でもそこはね、リンクくん、ゲームの中でそんなことは気にせずに、ズボズボとね、服のまま水に突っ込んでいったりしますから、それはそのままでもいいでしょう。ただ、肝心要のこの水の表現が、そして水に足を突っ込んでいる描写が、あろうことかね、ここはもうかなりですね、筆のタッチでごまかしてますね。はい、書き飛ばしちゃってます。これじゃあね、このシチュエーション、リンクくんの気持ちよさ、見ている人に伝わりません。なので、ちょっと水をかきやすいようにですね、リンクくん、位置をずらしてみましょう。はい、いや僕ちょっとスカイウォードソードはプレイしたことがないので詳しいことは分かりません。もしかしたらね、背中側に書いてある階段に大きな意味があって、プレイした人だったらこの階段こそが見せ場になっていて、この階段を見た瞬間にね、思い出が一気に蘇ってきて涙が溢れてくるみたいなことがあるのかもしれませんが、あくまでね、一般の人の目線から見て、見せ場は階段よりもリンクが水に気持ちよさそうに足を浸している、こっちの方を見たいはずだと思います。一番の見せ場から視線をずらしてしまって、その部分を書き込まずにブラシタッチでごまかしてしまっている、これがですね、この絵に注目があまり集まらなかった一番の原因になっていると思います。なので、ごまかさずにその部分ちゃんと書いていってあげましょう。いきます。はい、こんな感じ。はい。でも分かります。水ってね、めんどくさいですよね。そうなんです。水はね、描くのめんどくさいんです。水につけているからちょっと足の形が変わるみたいなのも分かるし、あとは色もね、変わりますし、
なんかよくわからん現象をいろいろ描かなきゃいけないんですよね。もうどう描いたらいいのかわからんみたいな悩みが発生することがあらかじめ絵を描き慣れているとわかるので、なんか無意識にね絵を描き慣れているとこういう部分はブラシで描き飛ばしてごまかしてしまいがちになるんですが、そうなんです。その心こそが人から評価をもらいたい時には大敵なんです。自分でね書いて楽しむだけだったらそれでいいんですよ。面倒な部分はどんどん書き飛ばして自分が書きたいところだけ書けばいいんです。ただ人に見せたい、人の興味を引きたい、評価をもらいたいという場合、面倒なところこそ書きどころなんです。もう水に足を浸しているなんていう状況はまさにここ書いてくださいって言ってるようなものなので、画面にねそういうシチュエーションを書くって決めた時点でね、もう覚悟を決めてそこ書くぞってねしっかりと書き切ってください。さあさらに水の波紋も書き入れていきましょうか。やってみます。はい、すいません。この元はね、お尻のところまで水に浸っていたんですが、ちょっとね、お尻まで水に浸ってしまうと、さすがにリンクとはいえ、パンツまで濡れてそうで、なんかちょっと気持ち悪いなと思ったので、お尻周りはね、水から上げてしまいました。もしね、ゲーム的に、いや、分かってねえな。このシーンはお尻まで水に浸ってるからいいんだよ。みたいな特殊な状況だったらすいません。あくまでね、一般的に受けのいいイラストとして、ちょっと気になった部分を直した感じになります。はい。ただどうでしょう。足元の水をしっかり描いただけですが、このイラストさっきよりも画面から伝わってくる気持ちよさ格段に上がった感じがしないでしょうか。僕はただただね、元から画面内にあったまだ書き込まれていない絵の見どころを発見して、ただそこをしっかり書き込んだだけです。それだけでこの効果です。その丸さんはもうそういう絵になるシチュエーションっていうのを画面の中に盛り込むというところまではできていますが、あろうことが途中でめんどくさくなってね、一番いいところを書き込まずに終えてしまった人になっちゃってます。もうね、もったいない。一番の書きどころがどこかを見極めて面倒くさがらずにそこ書き切ってくださいね。さあ一つ目の今回のテーマ、これで終了しました。一番の書きどころを押さえてごまかさずに書き切る。ではそれ以外は何だったでしょうか。覚えてますでしょうか。そうです、光ですね。チョメマルさんは光はしっかりと書き込めたけどそれ以外がうまくいかなかったとおっしゃっています。はい、果たしてそうでしょうか。僕はですね、このイラストもう一段階明るい光を書き込むことでめちゃくちゃ魅力的なイラストになると思っています。はい、本当でしょうか。やってみますね。はい、まずはですね、ちょっとその前にピンクの体勢少しだけ前傾姿勢にします。はい、ちょっとですね、背筋が伸びすぎていたので自然な体勢にするようにピンクの姿勢を少し前かがみにしてみました。そしてちょっとこれも光に関係なくはないですが、顔の色ですね、もうちょっとだけ血色良くした方がパッと目につきやすいと思うので、少しだけ色味直していきましょう。やってみます。はい、あとちょっとだけ耳の位置がおかしいでしょうか。ちょっと耳の形修正しますね。はい、顔の色と耳の位置直しました。さらに目の色も少しだけ明るく鮮やかにしましょうか。こうです。はい、こんな感じ。さあじゃあですね、ここからです。この絵に一段階強い光を当てて多くの人があって思わず目を奪われてしまう、そういう美しいイラストになるかどうか、はい、見ていきましょう。まずはここからです。はい、髪の毛、顔周りにまずは明るい光を当ててみました。そんなに明るい光を当てて大丈夫？めっちゃ浮いてんじゃんって不安になりましたよね。はい、大丈夫です。ここだけ一箇所に当ててしまうとね、かなり不自然な感じに確かになってしまったので、不安になる気持ちは分かりますが、これね、体にも光を当ててみましょう。やってみます。
はい、こんな感じ。ちょっとね、光の調整によって若干ね飛んでしまった線があるので、この部分書き足しますね。はい、こんな感じ。どうでしょう。光がアクセントになって平面的だった画面が立体的に浮き上がってきた感じがお分かりいただけると思います。ただまだです。まだ光の書き込み終わってません。そうです、背景ですね。背景にも同じぐらい強い光を当てることで、さらにこの場の厳かな雰囲気を強調したような美しいイラストに仕上げることができると思います。さあやってみましょう。はい、ちょっとごめんなさい。おそらくこの場所はゲーム中にしっかり存在している場所だと思うので、今僕がやった書き込みでこの場の設定とは違ってしまったと思います。ただ一旦これはですね、あくまで添削で絵としての魅力を引き上げるためのテクニックを伝えるということなので、今回はそっちを優先させてくださいね。背景にもこんな風に一段強い光を当てることで、手前のリンクを背景からガッと浮き立たせることができて、キャラクターの存在感を高めることができます。ちょっと背景が人工物だけで直線的すぎるなと思ったら、こんな感じの解決策もあります。はい、ツタなどを壁に這わせてあげて、直線的すぎる印象をこれで和らげることができますね。ツタを這わせても自然な状況でしかこの方法は使えないですが、この場所はそれにうってつけですね。あとちょっと手前の方にも何かあった方がしっくりくると思います。ちょっと調整します。はい、ということで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。はい、ちょっとパカパカしてみましょう。パカ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 。はい、今回はスカイウォードソードのリンクのイラストを添削させていただきました。今回のポイントは2つでしたね。1つ目、これはイラストの見せ場だっていう場所は、たとえめんどくさくてもごまかさずに描き切ってください。特に見せ場になるような部分って、今回みたいに水に足を突っ込んでいる部分だったり、剣に炎が巻きついていたり、なんか考えるだけでうわ描くのめんどくさそうって思ってしまう部分がほとんどだと思います。ただそこから逃げてしまうと、この絵の見せ場ってどこなのってね、見せ場が分からずに魅力が半減してしまうことがよくあります。ぜひ見せ場は逃げずにちゃんと書き込んであげましょうね。そしてもしあなたがうまく自分が思ったような結果に結びつかないという悩みがある場合、実は自分ではここは大丈夫だろうと思っている部分にこそ改善の余地がある場合があります。今回は光の書き込みですね。とめまるさんは自身でおっしゃるように、光の書き込み自体はすごくいい感じに描けていましたが、もう一段階強い光を当ててキャラクターを浮き立たせるような演出的な光に関してはあまり意識をしていなかったと思います。次はその部分を強く意識することで、さらに魅力的に絵を仕上げることができるようになると思います。ぜひやってみてくださいね。また背景って聞くと、背景描くのめんどくさそうじゃん、簡単に描く方法ってないのって思う人もいると思います。はい、そんな人にはこちらの動画、7ステップで背景は簡単に描けますをご覧ください。面倒だと感じる背景ですが、この手順さえ意識すれば意外と簡単に描けるようになっちゃいますよ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。